この動画は日本語と英語の字幕がついているのだ。ブラウザの人は右下から、VR ゴーグルを持っている人は動画の通り設定してみてね。橋でつながっているので、このままロードスターで渡っていけるのだ。ディオ VR ハイパーを使っている人はまだ字幕の対応ができていないので、通常のディオ VR アプリから見てね。見よ、この空。吸い込まれそうな春の青が視界いっぱいに広がって、まるで大気そのものをロードスターで突き抜けているような感覚。最高に気持ちいい。でも今回のドライブはここで完結じゃない。実はこの灰ヶ峰を少し下った先に、尾の町だけじゃなく広島の今をさらに鮮明にドラマチックに俯瞰できる特別な展望台がある。そこへ向かうまでロードスターが奏でるリズムに身を任せてほしいのだ。まだ前回の動画を見ていない人はぜひそっちもチェックして、灰ヶ峰の険しくも美しい景色をロードスターがどう駆け抜けたのか、それを見てからの方がこの先の景色はもっと特別に感じるはず。さあ次のコーナーの先へ、広島の街がもっと近くにもっと美しく迫ってくる、その瞬間を見逃さないで。広島市と呉市中心部、その2つの大きな都市に挟まれたいわゆるベッドタウンなのだ。ただ通り過ぎるだけの道。けれどこの春の陽光に照らされた焼山の街並みを眺めていると、不思議と心が落ち着く。特別な何かがあるわけじゃない。どこにでもあるけれどここしかない日常をロードスターの低い視点から眺める贅沢なのだ。景色は一変して峠が姿を現すのだ。してみるのだ。一番伝わるのは後ろの景色。一気に狭くなる道。ロードスターのコンパクトな車体がぴったりなのだ。おっとっと。ロードスター ND 白。
号車にハイエース来たのだ。この道ハイエースは疲れそうなのだ。こういう道は小型のコンパクトな FR が一番。道中は狭い道だらけで特に絶景が見えるわけじゃないらしい。もう少しで絶景が見れるので、みんなもう少し我慢するのだ。よし、到着。左から江田島、宮島、そして広島市がよく見える。とは言ってもいろんな島が見えているので、広島のプロじゃないとよくわかんないと思うけどね。正面に見えるのが広島市なのだ。目を凝らせばマツダズームズームスタジアムも見えているのだ。VR なのでぜひぐるぐる回しながら見てみてね。広島という街の正体がここからなら一目で理解できるのだ。三方を険しい山々に囲まれ、残る一方は瀬戸内海へと開かれた線状の地形。海から山までの距離が驚くほど近い。だからこそこれほどまでにドラマチックな絶景が生まれるのだ。けれど美しさの裏には苦労もある。これだけ平野が少ないと都市開発はまさにパズルそのもの。ビルを建てるのも道を引くのも限られた土地を奪い合うような精密さが求められるのだ。これこそが広島という街の力強さ、そしてこの地形を縫うように走る楽しさを教えてくれるロードスターの真骨頂なのだ。目を凝らして西の方を見てみる。あの霞の向こうにうっすらと浮かぶ大きな島影見えるかな。そう、あれが秋の宮島。もし見えないならぜひここまで来てみてね。手前に見える島々に惑わされないで、もっと遠く水平線のギリギリのところ。この景色何度見ても飽きないよね。これが瀬戸内海の多島美、これが広島。そしてその全てを包み込む春の柔らかな空気が最高のドライブの時期を告げているのだ。さて、今回の灰ヶ峰から焼山、そしてこの秘密の展望台を巡るドライブ、楽しんでもらえたかな。もしもっと見たいと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。それじゃあまた次の動画で最高のドライブを。